バレットジャーナルの解説をしていきます。使っているノートはスリルンというところのノートです。まず最初は表紙のページです。ここには使う期間を書いています。バレットジャーナルの特徴としてはスケジュール帳と違っていつでも始められることだと思っています。一冊のノートを使い切る期間も様々なので、いつからいつまで使ったかという期間を書いています。次のページはキーを書いているページです。バレットジャーナルで使っていく記号をキーとしてまとめています。白丸は To-Do リスト、チェックマークは完了したこと、横線1本はキャンセルしたこと、ハートマークはフィーリング、感じたこととか思ったこと、涙マークは悩んでいること、星マークはできたことというふうに使い分けていこうと考えています。次はインデックスページです。目次のページですね。ここには細かく1ページから全ページまで書いていくのではなくて、何ページから何ページまでは何月のことについて書いているだとか、何ページには読んだ方の内容をまとめているとか、そういったものを書いていこうと考えています。
次は My Goals for 2021です。ここには2021年の目標を書いていきます。私は各カテゴリーに分けて目標を立てています。例えば健康と美容のこと、経済的なこと、恋愛や家族のこと、友達のこと、経験体験のこと、娯楽のこと、教養のこと、社会的なこと、あと仕事のことと挑戦したいことの10カテゴリーに分けて目標を立てています。会社の社長をされている人に目標を達成するために何が必要なのかというお話を聞いたことがあるのですが、その時に一番大事だとおっしゃっていたことが、目標を忘れないことの伺ったんですね。だから忘れないためにビジョンボードとかっていうのがあるんだと思います。その目標を忘れないように、いつでもすぐ見られるように最初のページに書いています。次のページはフューチャーログです。ここは年間カレンダーですね。バレットジャーナルする方はわかると思うのですが、年間カレンダーを書くのが時間かかっちゃうんですよね。なので簡単に年間カレンダーが作れるこういったシールを使いました。このシールだといつでも使い始められるし、1日が何日始まりかとか、31日よりも短い月は不要な日にちをカットして使えるので、すごく便利だなと考えて使ってみました。でこれマスキングテープ素材なので透け感があるし、下の紙質とかを邪魔しないし、英語サイズ用に作られているので、英語サイズのノートに横幅ぴったりで使えてとてもいいなと思っています。フューチャーログにはプランズとスケジュール2つ予定を書くところを作っています。プランとスケジュールは英単語的にもちょっと意味が違って、プランはざっくりとした予定という意味らしいです。でスケジュールはもっと細かい時間割だとか、もうちょっと細かい枠組みのことをスケジュールとして表すようです。なので私はプランには資格試験はいつだとか、結婚式はここの日にあるとか、そういったものを書いていこうと思います。スケジュールの方にはさっき2021年の目標で挙げた10個のカテゴリーを書いて、健康と美容の目標に対しては何月にこれをするとか、この月は勉強と経済的なことを頑張っていこうとか、目標達成のための行動を時間軸ごとに書いていこうと思っています。フューチャーログは3月から12月まで作っています。次はウィッシュリストと Good things to buy を書いています。まずウィッシュリストから説明していきます。ウィッシュリストは普通だとやりたいことを書くページで使ってる人が多いと思うんですね。でも私の場合、やりたいことのリストっていうのは月ごとに作っているので、バレットジャーナルの一番最初のウィッシュリストとしては欲しいものリストとして使っていこうと考えています。でウィッシュリストは4つの欄に分けて書いています。What の欄には欲しいもの、プライスの欄にはその値段、Why はそれが欲しい理由で、レベルのとこは欲しいレベルを書いていこうと思っています。こういった書き方にすることによって本当に必要なものっていうのが吟味できるし、優先順位がつけられるのでいいかなと考えています。右のページは Good things to buy、 つまり買ってよかったものリストですね。これを作ることで自分が頑張って買ったものとか、すごく気に入って買ったものをもっと大事にできると思うし、何が好きなのかっていう価値観を知ることもできるなと考えています。こういったように自分のこだわりのものとか好きなものについてのストーリーを語れる人になりたいなというのが私の一つの目標です。
次は My Ideal Day というページを作りました。私の理想の一日という意味のページです。充実した一日を過ごしたいなと思ってこのページを作りました。で、4つの列に分かれているのですが、一番左の列はウィークデイ、平日の理想のタイムスケジュールを書いていこうと思います。で、右の2つの列はそれぞれ土曜日と日曜日の理想の一日を書こうと思っています。左から2番目の欄は空欄にしてあるのですが、平日のパターン違い、在宅ワークの日と出社する日って書いてもいいなと考えてますし、ここの時間帯のことをもっと詳しく細かく理想の一日のタイムスケジュールを作りたいなと思った時にはここに拡大して書いていってもいいかなと考えています。次はブックスとムービーズです。ここには読んだ本とか見た映画とかを書いていこうと思っています。バレットジャーナルの中に自分だけの本棚を作りたいなと考えています。で、ムービーズのところはちょっと広めにスペースを取っているので、実際に見た映画の感想だとか点数付けとかそういったことを書いてもいいかなと考えています。次のページはマイベストコスメティクスです。ベスコスですね。私のベスコスをここに書いていこうと思います。これも4つの欄に分けて書いています。で、そのもののカテゴリーと具体的に何ていうブランドのアイテムなのか、値段はいくらなのかとその化粧品の特徴を書いていきます。鉛筆で実際にどんなカテゴリーの化粧品を使ってるかなって書いてみたんですが、スキンケアで2ページ埋まってしまったんですよね。マンスリーページに関しては別の動画でアップしています。よければそちらもご覧になってください。